明けましておめでとうございます。ジンギター工房の神谷です。本年もよろしくお願いいたします。今日はですね、動画のコメント欄に質問の、コメントが書いてありましたので、それについて説明したいと思います。ギブソンのレスポールってオリジナル号泣から今のヒスコレ見ても、フレット頭が、四角く平らになっているのはなぜだと思いますか？そういう仕様ですか？カタログにミディアムジャンボと書いてあって調べてみると、ミディアムジャンボのフレットの高さは 1.4 ミリあるんですが、実際は1ミリしかないです。0.4 ミリはどこかへ飛んでいったんでしょうか？という質問ですね。結論を先に言いますと、普通のフレットっていうのは、こんな風に、丸いですよね、頭が。で、なぜギブソンのフレットはこういう風に四角く頭が平らになってるのが多いのかって言いますと、すり合わせですね。工場で製造する際にすり合わせをするんですけれど、工場の生産工程の動画とかも見たことあるんですが、もう本当に思いっきりガシガシ削ってるんですよね。で、そういう風にガシガシ削るので、当然ながらフレットの頭もかなりこう平らになってしまうっていう結果だと思います。私の記憶では確かですね、こういう風な最初から頭がこう平らなになった、フレットをどっかから販売してるのを見たことがあるんですよ。でちょっと調べてみたんですけれど、今ちょっと検索はできなかったんですが、確かね、最初からこういう形のフレットがね売られてた気がするんですよね。でギブソンの場合そういうふうにフレットのすり合わせをして結構こういうふうに平らになってしまったフレットの状態で出荷されることが多いので、長年そういう風な形で出荷されてきた結果、ギブソンのフレットっていうのはこうだみたいな、そういうイメージが先についちゃったんじゃないかなとは思うんですよね。本来こういう風に頭が最初から平らっていうのは良くないんですけれど、今の、ギブソン社ではプレックっていう機械を使ってまして、国内ですと、スリークエリートさんとか、取引ありますけれど、がプレックっていう機械を、1台1000万だか2000万だか結構なお値段がする機械なんですけれど、この機械を使ってギブソン社も最終的にすり合わせとかフレットの頭を揃える作業はこのプレックを使ってる みたいですね。なので近年のギブソンのレスポールとかに関してはあんまり平らっていうのは見かけなくなりましたね。おそらく15年20年ぐらい前までのものだとあからさまにこういうふうに平らっていう新品でもこういうふうなもので、ありましたけれど、今はそんなに見かけないんじゃないかな。結構丸い形をしてるのも多くなりました。はい、ではもう一つ同じ方からの質問で、フレットの高さめっちゃ残ってると思うんですが、交換早いですね。指板すり合わせって毎回同じぐらい指板削るんでしょうか？そのうちペラペラになりますか？という質問です。ペラペラになります。指板がですね、もう本当に薄い状態まで削れてしまっていて、もうこれ以上フレット交換してフレットを打つと、指板が薄すぎてネック材の方までフレットの足が食い込んじゃいますよっていう、そういうケースも結構見かけてますね。で、多いのはフェンダーのストラト
のラウンド張りに多いですね。もちろんオールドが多いですけど、ラウンド張り指板っていうのはこういうことですね。ここの部分が、指板材で、ネック材がここですけど、側面から見ますと、もう指板材がですね、ここの指板の厚みが薄くて、フレットを打ちますと、フレットのこの足がこのネック材の部分にまで来ちゃうんですね。そういうのも何本も見かけてます。経験上はギターとかって生産されてから工場で製造されてから、だいたい 4,5 年ぐらいですかね。要は完成された時から、2、3年の間、3、4年の間っていうのは結構木材って狂いが出るんですね。変化というか。で、大体3年4年ぐらい経てば落ち着くんですけれど、その落ち着いた段階で例えばネックの元起きが起きるものは、起きますし、起きないものは起きない。でいろいろあるんですけれど、その段階でフレット交換をしました。で、じゃあまたその5年後、つまり例えば、完成から、4年後に1回フレット交換をして、でそのまたじゃあ今度、4年後、8年後とか10年後に、フレット交換しましたっていうケースですと、明らかに、2度目の方が削る量は少なくて済みますね。済むケースが多いですね。もちろん中には、そのまた、8年とか10年経つ間に、狂いがまた出てしまってまたさらに多く削らなきゃいけないっていうケースもあるんですけれど、一度ですねしっかりこう直線と指板の R 出しを行ってやりさえすれば次回以降はですね2回目以降はそれほど多く削る必要はないっていうケースが多いですね。はい。じゃあ、最後にですね、フレット交換の際には、なぜ指板修正が必ず必要かっていう、ことを説明したいと思います。ちょっと例えの図なんですけれど、家に例えますと、基礎、土台を指板面だと思ってください。で、柱がフレットだと思ってください。で、最終的にそこへ住む人の住み心地が、引きやすさだと思ってください。この図ですと、まず基礎、つまり指板面があまり良い状態ではない、直線が出てない状態、いい加減な状態ですね。その上にフレットを打ちますと、当然ながらてっぺんは凸凹ですよね。でその凸凹のてっぺんを、すり合わせでガシガシ削って、辛い位置にするんですけれど、そういう風に出来上がった家っていうのは当然床はこう波打ってますし、住み心地はどうでしょうかっていう問題ですね。つまり引き心地はどういう風になるでしょうかっていう問題ですね。でじゃあ一方フレット交換の際に、指板修正をして、完璧に直線出しをして、R もきちんと整えて、そこに新しいフレットを打っていく、つまりこの図で言うと、基礎を平らにして柱を打っていく、で柱を立てていく、で、最後に微調整程度のすり合わせをしてそこに人が住む。単純に考えて、どちらが住みやすいでしょうかっていう問題ですね。住みやすいイコール、引きやすいでしょうか。なのでそうですね、世の中広いのでいろんな考えのリペアマンの方
はいらっしゃるので、でこの減ったフレットを単純に新しいこういう風な形の新品のフレットにしたいっていうそれだけであれば、もちろん指板修正っていう作業は例えばペーパーで撫でる程度とかそういうのでもいいとは言いませんけど、まあ、ここではいいとしましょうか。それで、フレットはこういうふうに新しくなりましたけれど、結局指板面の直線性は出てないし R もいい加減になってるわけですから、当然おそらくそこかしこで隙間とかは出てくると思うんですよね。でまあ要はそれをいいのか悪いのかっていう問題ですけれど、もう自分は全然そんなの気にしないよっていう、金額が安くなればそれでいいよっていう風な方がお客さんがいれば、それはそれでいいんでしょうけれど、実際どうなのっていう話ですよね。私はそういう方が来ても受け付けません。そういう仕事はしませんね。はい、ということで、今回はギブソンのフレットの頭はなぜ最初からぺったんこで四角い形をしているのかということと、指板はペラペラになるんですか、ペラペラになりますというお話でした。よろしければ高評価ボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。